こんにちは。ここは石川県能美市寺井町です。ごくごく普通の何の変哲もない田舎町ですけれども、実は面白い町なんです。ここは半世紀に、加賀藩の米蔵が置かれまして、それで人が行き交うようになり、旧北国街道の宿場町として発展してまいりました。で、半世紀の終わり頃にはその街道筋の、農家の子供が、口減らしのためにこの近在の焼き物の窯元へ働きに行かされて、そこで苦労しながら一生懸命焼き物を学び、各地を転々としていろんな技法を身につけて、またここの町に戻ってまいりました。その人の名が九谷正座という人です。で、彼の工房で作った焼き物を今度はその町にいた、商人が、万国博を通じて世界へ紹介し、それが大変好評を得て、神戸、横浜を通じて海外へその品物が出ていったわけです。それはジャパン九谷という製品なんですけれども、そんな物語のある町を、なんとか発信したいと思いまして、この目の前に、図書館の前にある道路を整備するときに、その近隣の皆さんでこの町を盛り上げるような会を作って、いろんな活動をしていこうということになりまして、寺井町活性化協議会というものが立ち上がりました。通称寺活と申します。で、私はその寺活のメンバーの一人で正川良平と申します。で、この企画は能美市国際交流協会さんから、私どもの活動に目を留めていただいて、それがきっかけで今日のこの実行になったわけですけれど、いろんな活動を寺活したんですけれども、この町の魅力を発信するために地図を作った方がいいんじゃないかという街歩きのマップです。で、それは、実はここにあるんですけれども、こういう地図なんですね。で、これが町のコース書いてありまして、この図書館を起点に一回りするということになっております。で、今日はこの地図にのっとってこの町へ来られてまだ年数の浅いお嫁さんと、それから長らくこの町にお住まいのお母さんとお二人ご一緒に寺散歩をしたいと思います。どうかよろしくお願いします。よろしくお願いします。私は寺井町へ来てあれこれもう半世紀歴史を刻んだ倉本と言います。私は、寺井町に引っ越してきて3年ぐらいになります。まだまだわからないことばかりで今日は楽しみにしております。倉本和美と申します。よろしくお願いします。先ほどここが図書館だと申し上げたんですけれども、これにお気づきだと思いますけれども、これは駅のプラットフォームに載っている駅名表示なんですけれど、本寺井となっております。でもちろん図書館だから本でいいんですけど、別に洒落てるわけじゃなくって、実際にここが本寺井という駅だったわけです。もう大正14年ですから、もう約100年近く前ですけれども、ここに鉄道が通ってまして、
その鉄道が今はのみ値上がり駅となってますけど、かつては寺井駅というJR の駅までつながってました。でこの先は辰野口を抜けて鶴見まで行ってました。その電車で、ここで作ってた九谷焼ですとか、当時は絹織物をとっても盛んで、そういったものを消失や外国へ持っていくためにどうしても鉄道が必要だったんですね。それで、その鉄道を一生懸命町の人が声を上げて作ったんです。昭和55年まで約55年間走ってましたが、やっぱり世の中が変わって車時代になって、だんだん利用する人も少なくなって、ついには廃線になってしまいました。でその廃線跡は今素敵な桜ロードになってずっと続いております。でこの駅の前がまた駅前通りといいまして、とっても繁華なその駅から降りるお客さんが通りますから繁華な通りになって、でこの右側に戦後ですけれども寺井の映画館ができて、その横にまたマーケットがあって、マーケットっていう、スーパーですよね、いろんなお店が入ってるマーケットができて、とっても便利な場所になりました。でこの駅前の通りは九谷茶碗祭りがその問屋さんの手でテントが両側に並んでとってもにぎわったんです。それもやっぱり20年ぐらい続けておりましたけど、街中ではだんだんやりにくくなって他へ移ってしまいました、場所がね。それがいまだに九谷茶碗祭りということでにぎやかなイベントになっています。図書館前に、創業100年を超える九谷焼の窯元問屋さん、文吉窯さんがあります。今日は中へ入ってもいいというお許しを得てますので、これから中へ入っていきます。はい。文吉窯さんの作品、とっても素敵なのがたくさんあるんです。で社長さんからちょっとご説明していただいてなかなか全部生地から絵までやってる窯元さんは本当に今少なくなってるんです。だから文吉ママさん本当に貴重な存在です。文ちゃんお願いします。本当に粘土の状態から作って、そして何回か焼いて、そしてこのままして、そしてその後に絵をつける。下絵の場合もあるんですけど、上絵をつけて、そして上絵の窯で完成して、ですから全てここで完成してるんです。規模がちっちゃくて、全部揃っても6人ぐらいなんですけど、今日はもう本当にいるから出てるのとか、今日の休みのとかいて、1、2、3、4人ぐらいしかいないんですけど、上で絵付けをしてるんですよね。でちょっと離れたところで生地作ったりしてるんですけど、どうぞ見ててください。これ綺麗ですね。すごい。こうやって製造を全部生地から作ってる窯元さんってもう本当にこの文吉窯さんしかないんです。かつてはこの町もたくさん問屋さんがあったんですけどね。これが本窯。1260から70度ぐらい焼く本窯ですよね。でこれ上薬をかけた状態で、これを焼くんですよね。これを焼いて。これはする前の素焼きの状態です。一回素焼きして下絵付けとかしてあるんですね。染付で発色するんですけど、こういう段階を踏んで、そうですね、釉薬をかけて、これ窯に入れるといわゆるガラス質のピカッとしたもの。例えばこれが完成ですね。完成焼いてしまったこれは手をつけて釉薬をかける前の状態ですね。だから釉薬かけるとこういう状態になるんですね。今下の
骨掛けっていうか終わった状態で、その上にこういう和絵の具、九谷焼の絵の具を塗るんです。そういうのがやってるんですね。しかもこうね、一つ一つ手で描いてるっていうの大変な作業ね。でまた窯でね、発色が違ってくるしね。必ずしも計算通りいかないとね。そのそれは。いい感じね。でこれを今ここで入れて作ったのが。はい。片栗粉これ剥がした片栗粉ですか。これ入れると外れる。なるほど。入れないとここにくっついてる。今こういう昭和の名残をとどめるお家って本当に少なくなりました。とってもそのまんま残ってて素敵なお家です。でここの玄関に実はこれ狛犬と言いまして魔除けですね。瓦で作ってあります。これか。でこちらがあうんといって口を開けた方と閉じた方になってます。これもとっても珍しい瓦だと思います。いつまでもこうやって残ってるといいなと思ってますけれど。ないね。はい。この顔すごくいいですよ。いいね。あんまりこういうの見たことないですね。瓦でね。瓦でね。いつも通ってても何気なく見てるから。通り抜けてるだけ。はい。だからこれ大事にしてほしいなと思ってね。ここは昭和2年に建てられた料亭なんです。この町の社交場としてとってもにぎわってた料亭なんですけれども、10年ほど前にお店を閉じて、それからずっと空き家になってたんですけど、私たち寺勝がここをお借りして何かイベントができないかということで5、6年前からいろんなここで活動をしてたんですが、コロナでその後は何にもできなくなってしまいました。で家は使わないでいるとどんどん老朽化してしまいますので、とっても心配をしてるんですけれど、でかつての料亭をしてた時のその免許証といいますか、鑑札とか看板とかそういうものはいまだに残したままなんです。なんか使えることがあるといいなと思っています。中入ったことありますか？もちろん。中はもう。はい、そうなんですか。いろんなね、会合に使ってたから。会合はもちろん昔はもう法人とかね、結婚式もここでした方がいますよ。私らの結婚式の時ここの料理。そうでしたか。どうしてもここの料理で。そうですよね。みんなそういう。だからここで結婚したお花の先生がここでお花の展示会をやりたいっておっしゃって。聖華さんね。聖華さんがね。だからその時はもうここに3日間で500人ぐらい。すごいですね。もう私駐車場係で大変でした。そうなんですか。ここにはこうやって寺勝の看板を一応出させていただいたんですけどね。この前の通りが旧北国街道です。金沢からずっとこの道を通って小松まで行きます。でここに先ほどジャパン九谷と申し上げましたけれども、この町の九谷焼を世界へ発信した問屋さんが4軒ここに固まってありました。でこの武道館は
綿野吉次さんという方のお店と、それから作業場、工房がありました。でこの向かい側は綿谷平兵衛さんというお店がありました。で隣に綿野安太郎さん、その向こうの今公民館になっておりますところが小田甚三さん、この4人の方が横浜にお店を持って九谷焼を海外へ売ってました。でその向かいにそれから20年ほど遅れて横浜へ出た家があります。で昇川商店っていうんですが、そこが唯一、当時の一応面影を残した町屋なので、ここにそういうものがあったんだなっていうのが幾分かはお分かりいただけるかと思います。でこの綿野さんは大変な人で、九谷焼の貿易のみならず南米にもロシアとの貿易も始めました。でよく皆さんは羽田へ降りるとご利用になると思いますけど、京浜急行という電車、あれもこの綿野さんがお作りになりました。こういうことは意外と知らないんじゃないかと思います。でこの綿野さんのアメリカで販売員としてお勤めになった方と、綿平さんの販売員としてお勤めになった方がアメリカで出会って、そして互いに友情を深めるんですけど、その方がまた大変な人物なんですけど、それはこれから回っていった後でまたご説明したいと思います。これが今武道館になってしまいますね。この家がこの町で唯一この北国街道沿いに残ってる古い町屋です。築100年を超えてますけど、町屋っていうのは両側に白い出っ張りがありますけど、あれが袖うだつといいまして、防火の役を必要はしてるんです。それからこの屋根の下にスーッとあるのが下がりといいまして、それが日よけの役をして、そして虫子といいまして、この格子がブラインドっていうような役割をしています。この3つが揃ってないと、町屋という形にならないんです。もうかろうじて痩せ我慢で残りましたけれども、なかなか古い家維持するの大変です。また中をご案内したいと思います。町屋の入り口は、店の間といって、ここでお客様と相対します。それからここが、おいの間といいまして、居間になります。で昔はここにいろりが切ってあったんですけど、今は畳で塞がれてます。でこの廊下を通り廊下といいまして、これが一本ずっと奥まで続いてます。それで奥の方にお勝手、台所とかお手洗いがあります。どうぞ中へお入りください。座敷の向こうに小さい庭があります。これがだいたい町屋のスタイルになってます。でこの家がかつて九谷焼の貿易をしてた家なんですけれども、その当時に出荷してたっていうか、外国へ出してた薄いワンサラがあるんですけど、それちょっと見ていただこうかと思います。ティーカップになってますね。こういう薄いものなんですけれども、これを透かしてみると分かるんですけれど、すごい。こんな感じで日に透かすと中が見えるような、これをエグシェルっ
英語でエグシェルっていうんですけど、卵の殻といって、こういうものを外国に出たわけですね。これはデミタスですね、ちょっと小さい方の。これもこんなに透けて見えます。もうパリッといきそうですけどね。どうぞ触ってみてください。おままごとみたい。軽いですよね。すごい。この後ろに金章っていう字があるんですけど、字の名前が入っています。はい。こういうものを輸出して売ってたわけですね。時代がもう少し遅くなると、これは生地のまんまなんですけど、真っ白ですけれども、こういう人物の顔がうんと見えるような、これは写真が入ってるわけじゃなくって、こう触ると分かるんですけど、凸凹になってて、その厚い薄いで陰影を出すわけですよね。面白いですね。これをどうやって作るんですかね、この薄いのをね、本当にどうやって引くんでしょうかね。焼くときに割れちゃいそうですね。そうそうそう。昔はこれをまた外国へ持っていくのも大変ですよね。そうですね。まだ鉄道がね通じてない頃は天秤棒に菰っていうのかな、こんな担ぐのをこうやって担いで運んだって言ってますけどね。すごい。かろうじてこんなものが残りました。というようなことで。お皿の裏見ていいですか。本当だ。すごい薄いですね。薄いですね。全部ね、よく薄く引いてありますよね。スカスカ見えます。すごい。やっぱり向こうの方が好きそうな絵。そうそう、当時はね、こういうジャポニズムっていうか、もう日本的な柄ですね。こういうなんていうんですか、朝ドラで朝が来たとかでも、入ったらすぐああいう番頭さんが座ってるような席があそこになるんですかね。そうです、入り口のところね。そこ店の間って言って、で職人さんだったらあそこは作業場になるんです。だから建具屋さんとか畳屋さんだったらあそこで一生懸命作業して、で一つ下がったところに居間があって、それでその居間でほとんどの方をお相手できるんですけど、少し大事なお客様とか気の張った方はお座敷までどうぞって言ってここでお相手するっていう、そういう今ね、こういう町屋っていうような様式ほとんどなくなって、その通り廊下も一本こう奥まで行かずにみんなそこでもう切ってしまって、でこっちも一緒のお部屋になってるところが多いですね。そうですね。京都の本当に長屋じゃないですけど、奥までずっとつながってますもんね。これがつながってないとね、町屋っていう形にならないですね。
こはかつてとっても賑わった商店街なんですけど、今本当にお店が少なくなりました。その中で丸北さんはもう創業100年を超えるお店です。元は呉服屋さんでした。ここがいろんな方が出入りしてとっても賑わってます。ちょっと中へ入ってみましょう。ここの社長さんはこの寺井の町会長さんでもありますし、私が所属している寺達の会長さんでもあるんです。今年2月に町会長になったんですけども、それまではそんなにね、町のことを歩いたりしてなかったんです。いつも町は動く時は車で、最初の場所っていうのは、神社のところから出た道路標識あるところ、そこが創業の地でして、そこで50年営業して、でここに移ったのは、昭和47年ぐらいですから、ここでもう50年。そうですよね。ちょうど向こう50年、こっち50年で。昔はね、駅前っていうか、今の図書館の通りのとこからずっと北に下ったところにたくさん商店があったんですけど、今は本当にこう飛び飛びになりましたね。随分変わったと思います。これはこの町で一番古い木なんです。樹齢400年というタブノキっていうんですけれども、クスノキ科の木ですね。でこれほっとくと20メートルぐらいまで上へ伸びていきます。何年に一遍かはね、だから剪定してるね。剪定してこの高さになってるんですけど、昔その幹の割れ目のところに、天狗が住んだっていうお話がある木なんですよ。これは普通の民家のお庭に立ってる木で、よくこれを維持されてると思って感心するんですけど、見事ですよね。すごいですね。これは経営してるお父さんとお母さんもお亡くなりになってずっと空き家になってたのを、九谷焼の若い作家さんがここを使って15年ほどここで工房を開いてたんです。でその方たちも今はもう独立されて出て行かれたので、ここ1年ぐらいはこういう状態で空いております。その右側に小さい入り口がありますけれど、この奥をずっとたどっていきますと、奥にここのお父さんとお母さんが住んでたお家がありまして、それも長いこと空き家になってたんですけど、焼き菓子をやるお嬢さんがここを使ってお店をやるということで、とっても大人気のお店なんです。小ビリさん。はい。先ほど武道館のところで綿野知事さんの販売員としてアメリカへ渡ってたというお話をしたんですが、ここがその方のお住まいだったところです。倉本真七さんと申します。倉本さんはそのお向かいにある綿平さんで働いていた森永太一郎さんという方とアメリカで知り合いになって、もう本当に友情を結びまして、で後森永さんはアメリカから帰ってきたらそのお菓子に魅せられて焼き物の商売をやらずにお菓子の製造を始めました。それが後に森永製菓になりました。で森永さんは真七さんが亡くなって以降も何遍もここにお墓参りに来られて、その時にこの近隣の子どもたちにキャラメルを配ったっていう話が今も90歳以上の人から聞くことがあります。